皆様本日はこちらの鶏もも肉を使って和風のチーズソース、鶏肉の和風チーズソース作っていきたいと思います。じゃあ早速作っていくんですけれども、まあなんか久しぶりなんで1週間ぶりですね。ちょっとなんかねあれなんですけれども、あれって何よねちょくちょくね普通に料理は作ってたんですけど、この期間にね俺イクラつけたりとかもしてました。でね、そうで、ちなみに僕たちねまた新しいチャンネル1個出来上がって、ちょっとね動画を見てくださってる方はねご存知かもしれないんですけれども、ちょっと子猫ちゃんをねお迎えしまして、ミヌエットのポンズちゃんって言うんですけれどもそうでね、まあ僕たち今回の子猫ちゃんプラスで他にもねいろいろ動物飼ってるんで、そういうねチャンネルも作ってるんで、ぜひもしよろしく興味がございましたらそちらも見てください。今おもちゃの音で気づいたでしょ。そうはいで、鶏もも肉ちょっと分厚いところに軽く切れ込み入れときます。すっごいもうなんか今猫がネズミのぬいぐるみで遊んで、それに反応してトッリーも泣いていっぱいです。はい。で、まあ、僕はそんなに気にならないんですけども、こういうね、数値とか気になる方は取っちゃってください。はい。で、ここに味付けの塩コショウ軽く振っときます。で、鶏もも肉に軽く塩コショウしたら、ちょっと放置して、こちらにマッシュルーム。今回マッシュルームとしめじを用意しておりますので、こちらを。で、今回はスライスです。はい。マッシュルームはスライス。ただまあ僕ちょっとコロッとしてるのも好きなんで、2分の1カットのやつも少しだけ追加しておきます。そこら辺はね皆さんお任せです。気になる方はマッシュルームちょっとだけねキッチンペーパーとかで汚れを拭いてあげても、こういうのがねついてると、これを普通に取ってあげます。綺麗に取れるんでね。はい、あとこちら玉ねぎ、これ小ぶりのやつなんで1個なんだけど、大ぶりのやつだったら2分の1とかでいいんだけど、こちらちょっとはい2分の1にカットしたらちょっと薄く入れておきます。結構薄くスライス。でもこんだけあったら小ぶりでも2分の1でいいかな。玉ねぎは2分の1個で。で、あとはしめじなので、こちらで材料のカットは終了。じゃあ火にかけていきます。ではフライパンにバター 10g 適度に溶けましたら、火は中火で鶏肉皮面から焼いていきます。でまあ皮面をねしっかり焼きたい、パリパリにしたい方はちょっと押さえながらやってあげた方がしっかりと仕上がるんですけども、まあそこまで気にしなくても大丈夫です。今回は。いい香り。焼きムラが出ないように位置だけ変えてあげて、では皮面を2分ほどですね焼きましたらば、ちょっとひっくり返してみます。完璧。この焦げ目ね、まず焦げ目がついたらもう完璧なんですよ。でこれくらいしっかり焼き目をつけて香ばしさを出してあげてください。そしたら一旦火を弱火にして、ここに玉ねぎとかあとマッシュルームとか全部入れていきます。で鶏肉のねうまみをちょっときのこ類玉ねぎたちにも吸ってもらいつつ、このねきのこのうまみも同時に移していく感じですね。鶏にしめじもで、いつも言ってるようですが、きのこは多めでも傘はだいぶ減るのでちょうどいいぐらいになります。そしたらまた火は中火にして蓋をして蒸し焼きにするんですけれども、ここにお酒、日本酒でいいです。日本酒とかねこういう普通の調理酒でいいので少量だけ入れて、はい、こちら蒸し焼きにします。で5分ほど蒸し焼きにするので、そしたらその間にチーズソース作っておきます。で今回は牛乳を使うんですけれども、生クリーム使ってもねすごい濃厚になって美味しくなります。じゃあまずバター 20g。 ではバター 20g 入れたとここに、これはねやってもやらなくてもいいんですけれども、ちょっとねしっかりとろみをつけたいんで小麦粉、こちら大さじ1杯
ちょっとバターとよく混ぜ合わせて練ります。あれですね、ベシャメルソースとかホワイトソースとかを作るときと同じ感じでいい感じにちょっとバターと小麦粉を混ぜ合わせてください。で火は中火ぐらいでね、焦げないように注意して、小麦粉とバターがいい感じに溶けたら、ここに牛乳 200cc ちょっとずつ入れて溶かしていきます。でバーって入れちゃうとね、ダマになっちゃうかもしれないので、ちょっとずつ溶かしていってあげて。で今回チーズソースなんでチーズも入れるんだけど、チーズを入れてからはあんまり加熱しすぎないでください。あんまりね火通しすぎちゃうとちょっとチーズがね分離しちゃうので、油と。はい、じゃあ 200cc 全部入れてよく溶かします。でね、ここにねよくコンソメとかね入れたりして味付けすることもあると思うんですけれども、今回はここにあごだしで和風を追加します。で量は小さじ2杯ほどで、大さじ3分の2ですね。はい、これくらいで。ここにねちょっとお味噌とか入れても美味しいんだけどね、よーく混ぜ合わせて、で溶けたらちょっとやっぱ普通の牛乳よりはとろみがついてる感じですね。ただホワイトソースほどがっつりとろみはなくてもいいので、今回は大さじ1杯の小麦粉で大丈夫。はい、そしたらもう一番弱火にしてちょっとコトコトと、そしたら隣で蒸し焼きにしてた鶏肉たちもいい感じに火が入りましたね。そしたら鶏肉にはね塩コショウしっかりしてるんだけど、一応キノコ類もあるので、ここでブラックペッパーを少々とお塩も少々、ほんの少しで大丈夫。そしたら鍋縁に少しだけお醤油、ほんの少しね、小さじ1杯ぐらいでちょっと飛ばして、しっかり焦げたら最後絡めてください。じゃあ鶏肉の火入れはこれで完成なので、最後チーズソースね、こちらさっきの溶かしたホワイトソースにもう一回火は弱火にして、ここに今回牛乳200に対してチーズは 150g 使います。でこれを全部溶かしちゃいます。でちょっとチーズの量がもう200で150ぐらいにしといてください。あんまり多すぎるとチーズうまく溶けなくなっちゃうので。はい、であとはこのホワイトソースの中でチーズを溶かします。で火は中火で、もうちょっと水っぽくしたいよって思ったら、その時はちょっとだけ牛乳足しても大丈夫。ただ基本的には牛乳200にチーズ150の割合で。わかるかな、もうこんな感じでいい感じにチーズが溶けてきたので OK。 はい、そしたらもうここまで綺麗に溶けたら、もうこれ以上は加熱しない方がいいですね。はい、これでチーズソース完成。じゃあ先ほどのちょっと和風でね炒めたこちらの鶏肉にこちらの和風チーズソースをかけて実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。火加減が絶妙すぎてめっちゃ肉汁出てきた。じゃあちょっとはい、じゃあ先いただきます、いただきます。どう？うまい。いただきます。本当にお店で味わったことがないこの和風な感じがめちゃくちゃ美味しいです。チーズソースなのに全くくどくないんですよ、ね、で本当日本人が大好きだなみたいな味になってるんで、
クリームソースが苦手な方、たまにいるじゃないですか、絶対試してほしい。もう超うまい。カルボナーラみたいなむつごさが全然ないからないすごい。でめちゃくちゃ白飯に合う味付けになってる。超絶うまいです。あとね、火加減完璧。もうね、柔らかいしジューシーだし、で皮面は香ばしいんで、もう最高。やっぱ本当に和風の味付けだからご飯も進むんだけど、これバケットとかに残ったチーズパッてのせてもうまいだろうね。最高。マジでめちゃくちゃうまい。チーズたっぷりで、野菜も食べやすいよ。ちょっとチーズと野菜を絡めて本当うまい。めちゃくちゃ美味しい。このお皿の上でチーズフォンデュ状態だもんね。このチーズの量最高。いや、これはもう秋と冬にかけて最強の料理だね。うまい。でね、本当に今回はもともとさベシャメルソースをベースに作ったから固まりづらいっていうのはあるんだけど、本当にチーズは入れた後もほんの少し加熱して溶ければ、もうその時点で火止めれば分離もしないし固まりづらくもなるので、ちょっと今回はそれを参考にしてみてください。はい、めっちゃ美味しい。もうなくなるもん。あ、そして全く関係ないんだけど、漬け込んだイクラです。今日食べようと思って。うまっ。あ、でもやっぱソースがかかってないところも美味しいね。味もうね、何度も何度も皆さんにお伝えしてるんだけど、味付けよ、本当に絶品なのは。この料理が例えば豚肉だったりとかだったりしても全く変わんない美味しさだと思うんだよね。味付けがやっぱ美味しいからすごい。本当にもうだってもう鳥たちも騒いでるもん。ささやいているわ。とりあえずラストです。いただきます。やばい。俺もっていうか今回の料理はさ、このしっかりさチーズとかにもソースついてるからさ、野菜だけでおかずになる。普通にマジでうまっ。あとはもう僕はこれはちょっと動画外になったらもうこういきたいからで、最後ちょっとね、俺は関係ないけどいくら食べます。いや、こうちゃんちょっとキノコ残してあげるよね。俺はだからその盛り付け用にキノコがいっぱいあるからさ、こうちゃんマッシュルーム大好きだから。そう、マッシュルーム超好きで、俺こうちゃんも食べてるところでこれを隣で。わかるかな、この赤い宝石が大好きだもんね。本当は海苔とわさびも欲しいけど、これだけでも絶対美味しいから。いただきます。この季節が来たよ。たまんない。食欲の秋だね。うん。マジでうまい。ということで本日はですね、きのこと鶏もも肉の和風チーズソースをこうやって作っていただいたんですけども、もう食べてる時にもね皆さんにお伝えしていた通り、すごいチーズソースで濃厚なんだけど全くくどくないんですよ。すごくあっさりして食べれる、この日本人が大好きなんだろうなっていう和風テイストになってるんで、このチーズソースだけでもご飯が進むし、で今回お肉に使ってるんですけど、これがサーモンだったりとかでも超美味しいと思います。で今回きのこだけどそれも全然変えても全然美味しいと思うし、もうこのね味付けさえ覚えていただければいろんなねお肉やお魚にもね使えるレシピだと思うんで。ちなみに、これをカレーの上にバーってかけるのも美味しいし、もう絶対美味しい。オムライスとかのソースにしても美味しいので、ぜひ。はいということで、とっても簡単で本当に美味しいので、ぜひ皆さん作ってみてください。じゃあ以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。